ほい。皆さんこんにちは。豊か生態チャンネルのしょうじです。今日はですね、横隔膜のお話していきます。ほい。今日はね、横隔膜のお話です。少し前の動画でですね、肋間筋の動画を上げました。呼吸筋である肋間筋が硬くなってしまって、呼吸がスムーズにできなくなって、体に様々な弊害が出ますよっていうようなお話をしたと思うんですけれども、呼吸筋でですね、もう一つ、とても大事な筋肉がね、冒頭でお伝えしたように横隔膜があります。今日はなのでね、横隔膜のケア方法をお伝えしていきたいと思います。ではまずはですね、横隔膜の位置確認していきましょう。横隔膜の位置、どこにあるかっていうと、肺のね、このね、底面、肺のね、下の部分にあります。なので、この体の表面のところからで言うと、肋骨のですね、この下の部分にある感じですね。溝落ちがあって、そこからぐーっと指をですね、肋骨引っ掛けていくような形でいくと、そう、ここに沿ってね、横隔膜があるような形になります。ここで突然ですが、豊かクイズです。横隔膜、息を吐くとき、緩んでいるでしょうか？縮んでいるでしょうか？ A、緩んでいる。B、縮んでいる。息を吐くとき、緩んでいますか？縮んでいますか？正解は、A の緩んでるんですね。なので、ストレッチをね、するときとかに息を吐きながら行ってくださいねって指導を受けたことあると思います。そういった意味でもね、横隔膜はですね、息を吐いてるときに緩んでいきますので、それをね、少しね、覚えておいてください。はい。では今回もね、わかりやすくご説明するために図を書いてきました。まずこちらのね、数法から見ていただければと思います。このね、赤い線が横隔膜ですね。なので、この横隔膜が息を吸うときに下がります。縮むという形です。横隔膜が縮んで下がって、肺が引っ張られて呼吸をですね、吸うような形になります。今度ですね、吐く方ですね。吐く方はというと、この横隔膜が上がります。イコール、緩むというような感じですね。横隔膜が上がって、肺がぎゅーっと押しつぶされて呼吸を吐くような形になりますね。そう、これをですね、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。横隔膜も筋肉なのでもちろん硬くなります。猫背でいたり、同じ姿勢でいたりとかすると、横隔膜がですね、圧迫されるような形になってしまうので、横隔膜が硬くなってしまうんです。そうなってくると、やっぱり呼吸がですね、うまくいかなくなってしまって、体に様々な弊害が出てくるんですね。特にですね、横隔膜っていうのはこの安静時、ゆっくりしている時にですね、70% 役割を占めてるって言われてますので、なので寝てる時とかにですね、横隔膜がしっかり働かない、イコール呼吸が浅くなってしまって、睡眠の質が下がってしまうっていうことが考えられます。なので今日はね、横隔膜を3ステップでケアしていきたいと思います。その3ステップのご説明をしていくと、まず、なぞる。横隔膜をなぞる。そして、2ステップ目、えぐる。ちょっとね、響きで言うと怖いんですけど、横隔膜をえぐっていきます。で、最後、3ステップ目で伸ばしていくっていうような形でね、ケアしていきたいと思います。では、今回もですね、セルフケア前、セルフケア後っていうような形でね、状態確認をしていきましょう。なのでね、わかりやすいのが、今回もね、深呼吸していきたいと思います。深呼吸していくと、こういった感じですね。息の吸いやすさね、覚えておいてください。ではね、ファーストステップ目、なぞるところから始めていきたいと思います。じゃあ、どのようにね、していけばいいかっていうと、真ん中にね、硬い骨あります。胸骨っていうね、骨があって、それを下の方まで行くと、胸骨途切れます。これをグッと押すと、こう、溝落ちになりますので、溝落ちね、グッと押してしまうと気持ち悪くなっちゃうので、そこはね、押さないでください。そこから指をですね、分けていってあげて、グッグッグッと、この下のですね、肋骨のへりがありますね。こんな感じで。なので、この肋骨のへりをですね、指をですね、こういった感じで、そう、丸くしてあげて、この指の、先端の部分でですね、グッグッグッとですね、際をなぞっていっていただければと思います。これをね、2ステップ目にこれをですね、えぐっていくような形になるんですけど、それのね、下準備です。なのでそこまでね、思いっきりやる必要はないんで、こういった形でね、グッグッグッとね、なぞっていっていただければと思います。これがね、ファーストステップ目になります。この状態でちょっとね、呼吸していただくと、これだけでもね、結構ね、呼吸のしやすさ出てるかなと思います。なのでね、この肋骨の間と、横隔膜の際をですね、今ちょっとへばりつきを取ったような形になります。以上がね、ファーストステップになります。
では続いて2ステップ目。グルやっていきたいと思います。なのでね、さっきなぞってもらって、緩んだね、この肋骨の際があります。そこにですね、指を引っ掛けて倒れていくっていうのをやっていきたいと思います。2ステップ目はね、座ってやっていくので、これぐらいの、高さ。膝がですね、90度ぐらいになる高さの椅子にですね、座っていきながらやっていきましょう。なので、こういった形で、まず、真横ですね、お腹の横の部分の肋骨、ぐっと指引っ掛けてもらって、この状態で倒れていきます。1、2、3、4、5。はい、OK です。やってます。で、また、手の幅、1つ分ぐらい内側にずらしていってもらって、この状態で、そう、肋骨の際をえく。指先でですね、指先をこういったね、鍵状にしてもらって、ぐっと引っ掛けます。で、引っ掛けた状態でぐーっと倒れていって、このもものですね、上で手の甲を押すような感じです。こういった感じでぐーっとしています。と、この状態でキック。1、2、3、4、5。OK です。戻ります。今度一番みぞおち付近。みぞおち付近やっていきます。これね、指立てすぎると、やっぱりみぞおち入っちゃって気持ち悪くなっちゃうんで、ここも引っ掛ける。みぞおちの、付近の肋骨に引っ掛けてあげて、倒れていきます。で、ももで、手の甲を押して、ぐっとやるような感じです。そう。1、2、3、4、5。です。こういった形でね、数セット繰り返していきたいと思います。今度じゃあね、前からバージョンをやっていきましょう。横の部分に、そう、指をですね、鍵状にしてもらって倒れる。ぐーっと。1、2、3、4、5。この状態だと、ちょっとね、ももでは押しにくいんですけど、前に倒れることで、よりね、指が深くなっていくので、そこをね、ちょっと意識してください。はい、戻ります。で、一つ内側にやってもらって、そう、引っ掛けた状態で倒れます。1、2、3、4、5。はい、OK です。で、戻ります。はい。じゃあ、今度ね、一番みぞおち付近。そう、ずらしてもらって、そう、鍵状にしてぐーっと倒れます。で、この状態でぐっと押し込みます。1、2、3、4、5。OK です。戻ります。でね、もう1セットいきましょう。最初の位置に戻って、引っ掛けて、1、2、3、4、5。はい、OK です。戻ります。はい。で、続いて真ん中。で、これぐらいやっていくと結構ね、緩んできた感覚出てくると思います。そしたらね、よりまたぐっと深くやってあげて、倒れていく。1、2、3、4、5。はい、OK です。で、最後。みぞおちですね。やっていきます。はい。これで倒れてます。1、2、3、4、5。はい、OK です。はい。以上がですね、2ステップ目になります。では最後、3ステップ目いきたいと思います。最後、伸ばしていきます。これね、今度は床でやっていきます。なんでどうやって伸ばしていくかっていうと、腹ばいになりましょう。腹ばいになって、このまず、肘をつきます。肘をついた状態で体を起こしていくんですけれども、この時に腰を反らせていかない。もう本当に見た感じこれぐらいでいいです。腰がですね、ぎゅーっと反らないような、あんまり反りすぎないかな。多少は反る感覚っていうのは出るんですけども、思いっきり反らせないでください。なので体をある程度反らせたところから体を前に持っていきます。お腹を押し付けて体をぐっとこう前に持っていくと、横隔膜、この辺りですね、がギュッと伸ばされるような感覚あると思いますので、体を起こして、その状態で前に持っていきます。そうです。じゃあこの状態でね、30秒ほどキープしていきましょう。腰を反らすのを意識するんではなくて、横隔膜が伸ばされることをですね、意識してください。そう、ちょっと僕ね、これね、撮影のために、横向いちゃってますけど、実際はもうずっと前を向くような感じです。前を向くような感じで、そう、このね、横隔膜を体を起こして、体を前に押し付けるような感じでですね、やっていくと、お腹のですね、この肋骨の下の際のあたりが伸ばされる感覚あると思います。はい。じゃあこれぐらいでね、30秒経ったと思いますのでね、以上にしたいと思います。はい。はい。ではね、今度セルフケア終わりましたので、終わった後の確認ね、やっていきましょう。また深呼吸やっていきます。おー、いいですね。おー、いいです。
さっきよりもね、全然ね、息のしやすさが変わりました。そう、これがね、横隔膜のケアになりますのでね、ぜひ皆さんやってみてください。ではこの動画のまとめです。今日3ステップで横隔膜のケア方法をお伝えしました。まず、ファーストステップ、なぞるところからですね、この肋骨の際をなぞってってあげて、まずはそんなに思いっきりやりすぎないっていうところですね、注意してやってもらえると思います。で、2ステップ目、えぐるっていうですね、3つのパート、内側にずらしていってあげながら、指をこのような鍵状にしていってもらって、やっていただければと思います。で、えぐって倒れる。えぐって倒れるっていうのを各5秒ずつですね、やっていただきました。で、この時のポイントとしては、みぞおち付近で指をやっぱり立てすぎちゃうと、みぞおち入って気持ち悪くなっちゃうんで、やっぱり常にこの鍵状をですね、指にしていただいて、やっていただくことを心がけていただければと思います。で、最後、サードステップっていうことで、今度伸ばしていく。で、腹ばいになってって伸ばしていってもらうんですけども、この時に腰を反らすのではなく、この横隔膜をですね、肋骨の下の部分を伸ばしていってあげることを意識するために、腹ばいになってもらって、少し前にやっていってあげると、横隔膜が伸びる感覚、得やすいと思いますのでね、そのポイントをですね、注意しておきながら、横隔膜ケアやってみてください。今日の動画いかがでしたでしょうか？この動画を参考にしてですね、皆さんの健康の役に立っていただければ、私としてはですね、非常に嬉しく思います。このチャンネルではですね、健康に関する様々なことをですね、発信していきます。もしいいなと思っていただいたらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。今日も一日、豊かな一日を。バイバイ。